島県会津地方は雪深い山国です。忍耐強く誇り高い会津の人々が培った文化や郷土の食べ物、その会津地方の絶対に外せない場所を車で1日で巡りました。こんばんは、レトロ男子です。10月下旬の午後6時半、東北一人旅に大阪を出発しました。今回の東北の旅は福島、宮城、岩手、秋田を巡る予定です。最初に目指した場所は福島県の会津地方です。700キロ以上あります。何時に着けるでしょうかね。午前0時の少し前です。中間地点の北陸自動車道小矢部川サービスエリアに着きました。深夜のサービスエリアは旅情を感じますね。休養しましたがまだ350キロ残っています。午前3時、目的地にようやく到着しました。道の駅西会津です。3時間仮眠しました。いよいよ会津の旅の始まりです。福島の赤べこがお出迎えしてくれました。最初に目指したのは大内宿です。江戸時代の風情が色濃く残る下野街道の宿場です。大内宿は1640年に会津藩の命令で整備された宿場です。会津若松と日光今市を結ぶ下野街道の宿場です。展望台から望む村の眺望です。江戸時代は大名の行列や商人、旅芸人が往来し、宿泊休憩の場としてにぎわいました。現在はかやぶき屋根の古民家が44棟残っており、住民が売らない、貸さない、壊さないの3原則で景観を守っています。かつては吉田松陰や新選組の土方歳三も通った歴史のある宿場町です。宿場の使命は終わりましたが、1981年には重要伝統的建造物群保存地域に指定されています。両側には小川が流れ、日本の音100選にも選ばれています。テレビでもたびたび取り上げられ、今や福島県、いや東北を代表するような観光地になっています。本陣の跡地には当時の本陣を復元した資料館が建てられており、見学することができます。火の見櫓も残っています。平家から追われた高倉宮以仁王の伝説が残る高倉神社です。宿を営みながら農業もする半農半熟の生活をしてきた村です。お土産も農産物がたくさんありました。お米買うてきて言われてたからちょうどええね。もうほんまやね。人は見事にな。そして大内宿は何といってもネギそばとお餅が名物です。宿場内にはお蕎麦屋さんがたくさんあります。今回私が選んだお店は米屋さん。こちらはお蕎麦が美味しいのは当然で、お餅と岩穴の塩焼きも絶品です。雨が降ってなければ縁側で食べるのも風情があっていいですよね。店内は古民家の風情にあふれて、
大内宿のお蕎麦屋さんらしかったです。こちらのお宅は多分高倉神社の氏子さんなんでしょうね。雨で濡れていたのでストーブが暖かかったです。いろりではイワナが焼かれていました。じっくり焼いて水分を落とします。からし焼きいうやつやね。うまそうですね。いませんよ。今お外でお仕事中です。まあお酒飲めたんやけどね。車やから。車やから。残念ですね。いろりは日本の原風景ですね。美味しそうなお蕎麦のメニュー。どれを食べようか迷いますね。ここはお餅も美味しいとのこと。まずは名物のネギそばを頼みました。この長ネギを使って食べるとのこと。箸代わりにもなり薬味にもなります。ピリ辛でした。でもやっぱり箸の方が食べやすいですね。味とコシは福井の越前そばによく似てましたよ。太くてコシがあってそばの香りが強く美味しかった。ずんだ餅も頼みました。もちもちでめちゃくちゃ美味しかったですよ。ずんだ餅食べるならやっぱり東北ですね。こんなに美味しいお餅は本当に久々に食べました。当然イワナの塩焼きも頼みましたよ。これをあてに熱燗で一杯、最高なんですけどね。いろりでじっくり焼いているので骨が柔らかくなって頭から丸かじできます。いろりの遠赤外線効果で骨も柔らかくなるようです。米屋さんは本当の伝統の味だと思いました。大内宿、春と秋に訪れたので次は冬に来てみたいです。福島県会津の山あいにまるで時間が止まったような駅があります。それが日本で唯一のかやぶき屋根を持つ駅、湯の上温泉駅です。なんと駅舎にはいろりもあるんですよ。駅前の風情が昭和レトロ。この駅で降りたら昭和40年代にタイムスリップした気分になるでしょう。歩いて行ける距離に温泉街もあります。会津の旅の入り口と言えるような場所です。駅前のタクシー会社や土産物屋さん、映画やテレビドラマのロケ地のような場所です。名所や名跡はありませんが、心が癒される旅情に浸れる場所です。大内宿からも近いのでぜひとも訪れていただきたい場所です。会津の山あいにまるで大地が彫刻したかのような絶景があります。80年以上前に国の天然記念物に指定された塔のへつりです。ここも昭和レトロな観光地です。入り口にはノスタルジックな土産物屋さんがたくさんありました。100万年の歳月でできた景観だそうです。へつりとは会津の方言で断崖のことを言うそうです。この観光地は紅葉の頃が一番綺麗でしょうね。いかにも日本的な観光地です。
奇岩の下は洞窟のようになっており、人が歩きます。こういう観光地は結構入場料を取るところが多いんですけれども、ここは無料なんです。インパクトの強い土産物屋さんがありました。下の瓶には生きたマムシが入っていましたよ。吊り橋を使って対岸へ渡れます。吊り橋なので走ると結構揺れてましたよ。崖の下は通路があり、歩けるようになっていました。でも手すりがないので川に落ちる危険性も十分あります。スリル満点です。洞窟もあって秘境に来たような雰囲気も味わえました。でも手軽に来れるので、ここは訪れた方がいい場所だと思います。湯の上温泉駅から車で約10分です。有料ですが駐車スペースも十分あります。会津若松の鶴ヶ城に来ました。幕末の戊辰戦争で激戦地になった城です。藩主松平高盛の苦悩、悲劇の中心西郷頼母、女傑新島八重の大奮闘、白虎隊の悲劇、女性や子供たちも戦って亡くなりました。会津藩は武家政治の終焉で十字架を背負った悲劇の藩です。激動の中で本当のドラマが生まれました。新政府軍の敵となった会津藩は奥羽列藩同盟を組んで抵抗しますが、1868年8月には新政府軍が会津藩内に攻め込んできます。8月21日には城を囲まれて籠城戦になります。テレビで綾瀬はるかが演じた新島八重がライフル銃で応戦するなど死闘を繰り広げます。しかし圧倒的な戦力差で1ヶ月後には開城し、城を明け渡します。実質的な降伏です。その後の会津藩は悲惨な運命をたどります。領地を当時は辺境であった青森の下北半島に変えられ、移住するも餓死者が出るぐらい悲惨な状態だったそうです。鶴ヶ城も廃城になります。しかし昭和40年に再建されます。現在は若松城天守閣郷土博物館として公開されています。鶴ヶ城の歴史、特に会津戦争の物語をデジタル技術で体験、五感で知ることができる文化観光施設になっています。会津地方の歴代の領主についても分かりやすく展示してありました。見どころは幕末の歴史と戊辰戦争です。松平高盛、徳川慶喜と並ぶ幕末の徳川方の主人公です。西郷頼母、高盛の中心ですが家族を全員失います。新島城の妻で赤十字の創設者、ライフル銃の名手としても奮闘します。白虎隊の悲劇はあまりにも有名ですよね。鶴ヶ城で幕末の歴史を体感し、最上階から会津若松の市内を展望すると、なぜか感慨深いものがありました。今は当時のことが忘れられたように静かです。わずか160年前にこの場所で壮絶な内戦があったんです。そういう歴史を通ってきたことを私は忘れてはいけないと思いました。飯盛山に来ました。この参道には泡まんじゅうで有名な小池菓子店があります。ここです。美味しそうな湯気が上がっていますね。お参りの前に泡まんじゅうを買いました。すごいもう粘りです。ビールにくっつくぐらいの粘りがあります。
もちもちであんこも上品な甘さで美味しかったですよ。歩いたら本当に大変でございます。素直に言うこと聞きました。白虎隊の慰霊碑にお参りをします。戦闘に敗れた少年兵の白虎隊20名がここに逃げてきました。平均年齢は16歳です。ここで彼らが見たものは遠くに燃え上がる城下の炎でした。落城したと誤認してしまい、ここで自決をしました。16歳の少年たち、江戸時代の封建時代の感覚であれば忠義に徹した美談になります。現代の感覚では悲劇です。私は先人たちの悲しい物語の中に今の日本があると思います。忘れてはいけない歴史ではないでしょうか。今の飯盛山からは素晴らしい景色が広がっています。白虎隊記念公園に隣接して厳島神社があります。境内はとっても紅葉の美しい場所でした。その奥に白虎隊士が戦場から飯盛山に逃げてきた殿口堤の洞穴があります。この洞穴の水路を使って落ち延びてきたそうです。今は静かに弁財天の石像が佇んでいました。神社の上には有名なサザエ堂が立っています。二重螺旋構造の不思議な木造建築です。1796年に建立され、平成8年に国の重要文化財に指定されています。上がりと下りが交わらない奇跡の空間です。世界的に珍しい建造物なので見学していただきたい場所です。サザエ堂の前には白虎大師をお祭りしたお堂が立っていました。麓には白虎大師の資料を集めた記念館も立っています。この日は休館日でした。記念館の前に建立された銅像には心を打たれるものがありました。特にこの犬と大使との銅像には感動しました。犬好きの方はぜひ次の説明版を見てください。会津名物ソースカツ丼を食べました。こちらは会津若松にあるとんかつの名店、とんかつバンバンさんです。50年以上続く老舗のとんかつ専門店です。のれんを見ただけでうまいとわかりますね。広くて清潔な店内でした。こちらは伝統会津ソースカツ丼の会加盟のお店です。ソースカツ丼が名物なんですね。それ以外にとんかつ定食やエビフライなど美味しそうな料理がたくさんありました。何を注文しようかいろいろ迷ったんですが、やっぱり会津名物のソースカツ丼を注文しました。丼からとんかつがはみ出しています。見た目のインパクトがすごいですね。もう見るからにうまそう。とんかつにはたっぷりソースがかかっています。キャベツもたっぷり乗っかっています。お願いします。とんかつが柔らかい。そしてソースが美味しいんです。この甘酸っぱい味、癖になりますね。ウスターソース系の味ですね。さすが秘伝のソースですね。
このソースですからキャベツとご飯によく合うんです。味噌汁もナスビも美味しかったですよ。正直こんなに美味しいとは思いませんでした。福井県や長野県で食べるソースカツ丼とは全く違うものでした。会津若松でもお店によっては味は違うんでしょうが、とんかつバンバンさんのソースカツ丼はこれはもう絶対おすすめですね。私午後5時に入店しましたが、もうそれと同時にお客さんがどっと入ってきてましたから、地元の方にも人気のお店なんだと思います。こちらのお店は駐車場も広いので、車旅をする方は助かりますね。会津でソースカツ丼を食べるなら本当におすすめのできるお店です。福島は日本酒と馬刺しは外せないですね。お酒はこちら三代目酒屋下平さん。福島県の日本酒3本を購入しました。この日は会津宮泉をいただきました。日本酒を買ったお店の近くに偶然馬刺しの専門店がありました。馬刺しの鈴清さん。後で調べてみると馬刺しでは結構有名なお店でした。今日会津若松で買った名物です。会津若松といえば馬刺し。ここは馬刺し専門のお店でした。もうお肉は馬刺ししか置いてなかったですね。で、会津はですね、タレがですね、この辛味噌ですね、辛いお味噌、これをつけて食べるのが主流なんですよ。そしてもう一つのあとはですね、これ、もつの馬刺しの馬肉のもつの湯引きらしいです。こんなん食べたことないんでね、これも買ってみました。会津といったらそれとお酒ですね。これ、宮泉と読むんですかね、宮泉と読むんですかね。これもう一つの銘柄ですね。ここの会社の銘柄は有名な写楽です。で写楽はこの福島では販売してないし、卸さないそうですね。他府県にほとんど卸しているらしいです。で、福島県に卸しているのはこの宮泉を卸しているということです。このお酒も美味しいですよ。最高ですよ。さあ、用意ができました。とんかつを食べる前に日本酒と馬刺しを購入していました。会津若松旅行の締めに車中泊でいただきました。今日回った観光地5カ所は車なら十分1日で回れる距離です。美味しいもんもたくさんいただきました。弘法亭無添加、どういう意味ですかね。弘法亭無添加というのは、純米木本、純米の木本です。純米の木本、ちょっと辛口かもわからないですね。木本作り。ちょっとなかなかストレートな匂いですね。ちょっと辛口系の方が馬刺しに合うと思います。これはしっかりした味ですね。これはなかなか味が濃いです。キレがあるし、馬刺しに合うお酒ですね。まさしくこの味は。いただきます。早速。馬刺しいただきますね。これは美味しい。これは美味しい。これやっぱり日頃スーパーで買う馬刺しと全然違いますよ。これうまかった。翌日は宮城の三陸海岸を宮島南三陸気仙沼と北上して、最後は漁師宿で絶品の海鮮料理をいただきました。次回もぜひご覧になってくださいね。